アドミン広報の皆様こんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回は真空の目エーテルゲーザー1周年&大型アップデートバージョン 2.0 が公開されました。その中で行われているイベント、防気殿下に登場する両校と新年イベントで登場したクーって読むのかなが実装されたので、ガチャを回していきたいと思います。その後使用感などを見ていきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは見てまいりましょう。はい、それでは早速回していきたいと思います。今回のガチャは2種類あって、イベントガチャの両校がピックアップされているものと、もう一つ新年イベントに登場したクンフが実装されているガチャが2種類あるんで、まずは両校のガチャからいきたいと思います。チケットがとりあえず10連分あるんで、これを使いながらいっちゃおうかな。それではいきます。いきなり来たら嬉しいなわけないねあ、新しいのが含まれてんのかな。見たことなかったなあ。そうだね、これ新しい組織のマークだね組織おお今なんか全然あれだった、理解してなかった。今回そうか、ピックアップにバステトとかいるのかちゃんと見てなかった。はい、バステトいいね。いいぞいいぞ。じゃあ次行きます。あ、間違えちゃった、いつもこれやっちゃうね。よし行こう、テンポよく行こう。さあここから石使っていきます。あ、まだチケット残ってんのこれ。あ、そういうことじゃないね。はいはいはい、石使っていきます。さあ来い。お、来たやったよし、何食っから何食っから、すり抜けんだよ、すり抜けんだよ。いや、天井まで回す気でいたからね。で嬉しいね。すり抜けんだよマジで。すり抜けないよね確か。司法院よっしゃー、南島の代理人をしております来た両校と申します。怪我や病気でお悩みならぜひご相談ください。はい、ご相談します。やった、よし。じゃあもう次行こうよっしゃ、よかった。じゃあ次はクーブって読むのかな。これちょっとね分かんなかったんだよね。よし行こう。これはとりあえず20連分チケットあるんで行きます。チケット消費していこう。さあ来い。何食っかな。とりあえず A ランクキャラなんか出てくれるんだよね。全規模はもういいんだよ全規模はもういいんだよはい、マジかマジか、全規模一体はないわ。あ、また間違えちゃった。よし行こう、調子がいい。さあ来い。よっしゃよっしゃ、いいねこれ。また全規模なんかね、毎回ねガチャ回すために全規模がよく出てくるんだよね。すり抜けんなよ。おーし、来ました。 OK です。今日から全力でお仕事をサポートします。いや、ほとんど石使わなかった。よかったよかったよし、じゃあ続いてはね、この2体のキャラの使用感をね、見ていきたいと思います。それでは両校のスキルから。特徴としてはスキル発動直後に通常攻撃を入力することでスキルの特性が変化し、それらを組み合わせてスキル回しを行う感じ。結構複雑で初めて使った時は理解できませんでした。はい、それでは通常攻撃から見ていきたいと思います。通常攻撃は5連撃による連続攻撃で、5段目がヒットすることで刻印を1つ獲得。さらにスキル1やスキル2発動後に通常攻撃を行うと4段階目から攻撃が開始される仕様となってます。続いてはスキル1、ダッシュからセンスを振って敵に非属性のダメージを与える。攻撃がヒットすることで刻印を1つ獲得でき、ス
キル1発動直後に通常攻撃を入れることでスキル1が変化し、疾走しながら敵に非属性のダメージを与えることが可能。さらに刻印を4つ消費することでスキル1が変化し、発動することで自身とパーティーメンバーに対してバリアを張ることができるようになっております。次はスキル2、センスを振りかざして前方の敵に非属性ダメージを与える。攻撃がヒットすることで刻印を1つ獲得でき、スキル2発動直後に通常攻撃を入れることでスキル2が変化し、後方に飛びながら回転するセンスで敵に非属性ダメージを与えることが可能。さらに刻印を4つ消費することで周囲の敵に非属性ダメージを与え、パーティーメンバーに対して体力が低いほど攻撃力増加する煙火を付与することが可能となっています。次はスキル3、センスを振りながら前方の広範囲の敵に突進して攻撃し、非属性のダメージを与える。命中後スキル3が変化し、センスを交差させながら前方の広範囲の敵に攻撃し、非属性のダメージを与える仕様となっています。さらに刻印を4つ消費することで周囲の敵に非属性ダメージを与え、パーティーメンバーに対して体力が高いほど攻撃力増加する光炎を付与することが可能となっております。最後に奥義、発動することでクリティカル率、クリティカルダメージを大幅に上昇。さらにパーティーメンバーの誰かがクリティカルを発動した場合はスキルゲージが上昇するということで、これが両校のスキル概要となります。それじゃあ次は通常バトルで両校の使用感見ていきたいと思います。致し方ないわね。はい、それでは両校の使用感見ていきたいと思います。まずはスキル回しから。こんな感じですかね。ちょっとまだねキャラの育成を全然してないんで、はっきり言ってちょっと厳しい厳しいかもしれない。まだねレベルをね20にしたぐらいで全く上げてないんですよ。それでもやっぱり強いね。このスキル2がすごい優秀。遠距離攻撃持ちなんでやっぱいいですね。で奥義は自分に対してもクリティカル率やクリティカル攻撃力をアップさせることができるんで、そういった意味ではねかなりこう殲滅力につながってくるかなといった感じですね。それでもやっぱりこうレベルが低いとどうしても厳しいものはある。でもいいな、すごい軽快な動き。いい加減ザーコ全部処理したいんですけども、なかなか脇が半端ない。なんかたくさん出てくるな出すぎ。このスキル2すごい気持ちいいねこれ痛いやばい、もうぼーっとしてたら死にそうじゃない。やばいじゃんねこれね。はい、こんな感じで両校の使用感はなかなかね軽快な動きと爽快感を味わうことができました。次はキングのスキルについて、特徴としては空中を利用した多彩な連撃と派手で火力の高い攻撃が魅力となってます。それでは通常攻撃から。通常攻撃は5連撃による非属性の連続攻撃で、最後の一撃がヒットすることで印を獲得することが可能。続いてスキル1、連続斬撃で敵に非属性ダメージを与え、印を所有している場合、各斬撃が命中するたびに印が消費され、自身のスキルダメージを増加させることが可能となっています。スキル2は複数回非属性ダメージを与える刃を放ち、敵に命中するたびに印を獲得。スキル2がクールダウン中は別のスキルに置き換わり、非属性ダメージを与える刃を放ち印を消費する仕様となっています。スキル3発動後にスキル2を発動することで目標地点に魔法陣を展開し、敵を束縛状態にして消費された心力に応じて敵に物理、風属性、非属性抵抗力低下の状態を順次付与し、その後非属性ダメージを与える仕様となっています。続いてスキル3、心力を全消費して周囲に非属性ダメージを与え、地面から跳躍して日量の状態へ移行。スキルや回避を使用することで日量を継続させることが可能。発動時に消費された心力に応じて自身の非属性ダメージが上昇するということで、少しスキル3は特殊な感じで、ここでお伝えしたこと以外にも様々な効果を得ることができるようになっています。最後に奥義、
日常状態でなければ使用可能。陰の力を解放し非属性ダメージを与える。所有している陰の数に応じて自身に新力を与え、自身または仲間が奥義を発動すると奥義値を獲得することが可能となってます。はい、それでは金運のスキル回し見ていきたいと思います。スキル3を軸としたスキル回しはこんな感じ。はい。で、もう一つのスキル回し。はい、難しいです。スキル3、2、1、3なんですけど、結構入力がシビアですね。はい、できました。はい、うまくいきました。で、続いては実戦で金運の使用感見ていきたいと思います。絶対乗り切って見せるんだから。はい、それじゃあ金運の、使用感見ていきたいと思います。金はさっきの両校に比べるとかなりね実戦的で使いやすいですね。しかもこのスキル3発動した後空中にずっと飛んでられるんですよね。これはなかなか面白い。今までにない感じのタイプなんでいいですね。さらに範囲攻撃も持っていたりとかなり使い勝手いいんですよ。これ育成しきったらどれぐらい強くなるのか気になりますね。かなり。おっと危ない。あれね、ずっと飛んでられるっていうね。このねスキルをうまく使って回避もうまく入れていくと、まあ永遠と空中にいられるんじゃないかなと。ドカーンいいね。これ強いよ。はい、これが金運の使用感でした。かなりね良いです。はい、今回は大型アップデートバージョン 2.0 で実装された両校と金運のガチャから使用感などをお伝えしてまいりましたがいかがでしょうか。どちらのキャラも能力的には使い勝手の良い内容となっていて、特に金運は火力殲滅力ともに高い能力を秘めていると思います。高難易度コンテンツではかなり使えそうな感じがしました。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると幸いです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。